はようございます。今日はいつもねアレクサンドル三世橋から眺めていたアンバリットに行ってきます。アンバリットといえばフランスの英雄ナポレオンが眠る場所として知られているんですけど、もともとは退役軍人の療養所だったそうです。Do you know anything about Anvalit? All I know is that Napoleon's grave is there. Let's go find out more. Yeah, let's go see. 天気が結構調べると雨模様だったりするんですけど、午前中はこうやってね雨が降らずに青空が見えたりするので、もうできるだけ早めに朝観光して夜の雨に備えたいと思います。それでは行ってきます。アンバリットは1670年代にベルサイユ宮殿を建設し、太陽王と呼ばれたルイ14世の命で4000人が収容できる軍事病院兼療養所として建設されます。ルイ14世はパリの街中を歩く傷ついた兵士たちの姿に心を痛めていたと言われていますが、その一方で負傷した軍人たちがパリの中心部を歩いている風景は王にとって可憐な都パリで目を背けたい事実でした。そこでパリ中心部から離れたパリ15区にアンバリットを建設することにしました。フランス革命といえばバスティーユ襲撃が有名ですが、パリの民衆はねバスティーユを襲撃する前にここアンバリットを訪れたそうです。その理由はここアンバリットの武器倉庫にある銃を奪うためだったみたいです。なのでねここアンバリットがフランス革命の発端を作ったとも言えそうです。それでは中に入ってみましょう。中庭を通り抜けると宗教建設の最高峰とされるドーム教会があり、その黄金のドームはアンバリットのシンボルになっています。1840年にナポレオンの遺体がこの教会に納められました。So much detail. Goodness. Every little bit of it has kind of ornate design to it. この教会にはナポレオンの他に彼の息子、兄、フランス国歌の作者やフランスの著名な将軍が眠っています。
本日のランチは以前こちらの動画でご紹介したパリ5区にある人気レストランナロの2店舗目として今年オープンして気になっていたバイヨットというこちらのお店でいただくことにしました。You are in the Loire Valley, the Castles Valley, the Château de la Loire. I grew up in that region. Okay. Come by. Oh, that's pretty good. Amai. このお値段でここまで満足感の得られるお料理は他では食べられないのではないかと思うほどに美味しかったです。また次回訪れたいお店の一つになりました。今パリのサンジェルマン・デ・プレ地区にあるフレンチのレストランでランチをしてきました。とっても美味しかったです。もう彩りがすごい素敵で、目にもいい、舌にもいい、もうとっても味が繊細で美味しかったです。How was it, David? とても美味しかったです。What was your favorite? The entree. Entree. What did you have? Mackerel? Mackerel. Yes, mackerel was very good. And the seasonal vegetables. So tasty. Not overly seasoned. Just done right. Yeah, I think that the chef knows the natural flavors of each of the ingredients and tries to bring that out. とってもおすすめだね。Definitely recommend to come down to this. 今シャネルの本店に行ってきました。お店が10時半に開くと思うんですけど、私たちが着いたのは開店して40分ぐらい経ってたかな。バッグを見せてもらうのにそう8組待ってるから30分ぐらいかかるかなって言われて、店内で待たせてもらうことにしました。
ちょうど30分後ぐらいに、SA の方にお会いしました。私はね今どの国でも人気だと思うんですけど、ミニフラップが欲しくてまずはミニフラップが欲しいですということを言って、そしたら3つぐらい最初バッグをオファーされました。残念ながらミニフラップは6ヶ月待ちというぐらい大人気だそうです。色は黒。1日10人ぐらい聞かれますって言ってました。 SA の方もすごく人気みたい。なんかね、私は8月に日本に行った時に実は入荷がありますと言われてバックルームで見せていただいたことがあったんですけど、その時にそこまで欲しい気持ちがなかったので、その時はお見送りしました。なのであの時やっぱ買っとけばよかったなと思って、パリでは本当に大人気みたい。そしてなんか他に考えてるものありますかって言われたので、クラシックフラップですよね、キャビアスキンのがいつかは欲しいなと思っていたので、在庫ってありますかって言ったら在庫を調べに行ってもらって出てきました。ちなみにミディアムはキャビアスキン、ゴールドハードウェア、シルバーハードウェア両方ともありました。私結構荷物が日頃少なくて、あと結構ねその旅行とかにも行くのでちっちゃい方がいいなと思って、思ってたより結構ミディアムが大きくて、スモールありますかって言って、スモールも在庫両方シルバーとゴールドありました。でもねやっぱりミニフラップバッグが欲しかったのでウェイティングリストに入れてもらいました。どれぐらいかかるかわからないけど頑張りますって言ってもらってお店を後にしました。でもシャネルのアトリエにつながる階段が本店にあるんですけど、いつか見たいなと思っていて、デビッドが SA さんにね聞いてくれて、今回シャネルのねステアーズを見ることができました。So accommodating. He was happy to show us around. I explained that there's 3 levels. Upstairs was the atelier. The middle was the press showroom, and supposedly she would hide when the new collection would come out, and then judge the reactions of the press, so she could secretly see how they reacted to her new collections. And then she would have special parties there as well. But he told us she never lived here, but they left the upstairs the way that she had it set up originally. But he said that she had spent the rest of her time in the Ritz Hotel. 階段はねシャネルのプライベートな空間につながる、ここが本店だからね。そう、私もね知ってはいたんですけど、いつかね見てみたいなと思っていて、こうやって SA の方にお願いするとね、見せてくれるので。Yeah, he was so nice, accommodating. A very nice guy. という感じで、ミニフラップはねちょっと残念だったんですけど、エルメス同様、シャネルもねすっごく商品の回転が早いということで、もう人気なものはすぐなくなっちゃうし、本当に飛ぶようにバッグが売れていました。ということでエルパトのように、チャンスがあればミニフラップバッグをね追っていつか手に入れたいと思います。